今夜も静かな星空がそっと私たちを包み込んでくれています。眠りへと誘うこのひととき、ほんの少しだけ宇宙への旅に出かけてみませんか？流れ星が夜空を走り、彗星がはるか遠くから光を届ける。これは夜空をかける光たちが紡ぐ儚くも美しい物語です。あなたは空を見上げて一瞬だけ光がすっと流れるのを見たことがありますか？それが流れ星。正式には流星と呼ばれています。実はその正体は宇宙の塵。ほんの数ミリから数センチの小さな粒が地球の大気に秒速10キロから70キロという超高速で飛び込んできて、大気との摩擦で一瞬で高温になり、プラズマ状態となって発光するのです。わずか1秒ほどのきらめき。それが私たちの目に映る流れ星です。地上から見ると一瞬の出来事ですが、その粒子たちは地球の大気圏から高度80キロから100キロ付近で燃え尽きていきます。その高度は飛行機の航行高度よりもずっと高く、しかし宇宙ステーションよりは低い場所にあります。願い事を3回唱えられないほど短くて儚い光。でもその一瞬のために遠い宇宙から旅をしてきたのだと思うと、なんだか愛おしくなります。ではこの塵はどこから来るのでしょうか？答えは彗星。彗星は太陽系の果てにあるオールトの雲やカイパーベルトからやってきます。主に氷と岩石、塵で構成され、いわば汚れた雪玉のような存在です。直径は数キロから数十キロ。太陽に近づくにつれ、氷が昇華し、気体と塵が噴き出し、コマを形成します。コマというのは、核の周囲にできる雲状の部分のこと。そして、そこに太陽風や太陽光の圧力が作用し、彗星の尾、ダストテイルとイオンテイルが生まれます。ダストテイルは太陽光に照らされて黄色っぽく輝き、イオンテイルはガスが電離して青白く光ります。彗星は楕円軌道を持ち、
周期的に太陽に近づきます。例えば、ハレー彗星は約76年周期で回っており、古代の記録にも登場する有名な彗星です。こうした彗星が軌道上に残していった塵の帯、それが流星群の原因です。地球がこの塵の帯に突入すると、夜空に次々と流れ星が現れるようになります。毎年8月にピークを迎えるペルセウス座流星群。これはスイフトタットル彗星が元になっています。ペルセウス座の方向から流星が放射状に現れるように見えるため、その名が付けられました。1時間あたり最大100個近くの流星が見られることもあり、夏の風物詩として知られています。観察には月明かりの少ない新月の夜がベストです。次にご紹介するのは、11月に見られる獅子座流星群。この流星群のもとは、テンペルタットル彗星。特徴的なのは、数十年に一度訪れるストームのような大出現。例えば、2001年の獅子座流星群では、1時間に数千個もの流星が観測されました。その光景はまさに宇宙の花火大会。高速で突入するため明るく残像が尾を引くファイヤーボールも多く出現します。続いて12月の双子座流星群。実はこの流星群の母天体は小惑星であると考えられています。通常、彗星が塵をまき散らすのに対し、双子座流星群は小惑星の崩壊によって発生した塵が原因とされ、その点で非常に興味深い現象です。双子座流星群は年間で最も安定した流星群の一つで、最大で1時間に120個近く見えることもあります。冬の澄んだ夜空に明るい流星が次々と流れる姿は圧巻です。また、4月にはこと座流星群も見られます。ハレー彗星を母体とし、流星の速度が比較的速く、明るい流星が出現しやすい特徴があります。こうして一年を通して私たちの空には様々な流星群が季節のように訪れます。まるで宇宙のカレンダーが星の便りを届けてくれているようです。ところで、流れ星の中には稀に途中で燃え尽きずに地表に落下するものもあります。それが隕石です。流星、隕石、そしてそれらの元になった天体を流星物質と呼び、科学者たちはそれを手がかりに
太陽系の起源を探っていきます。つまり、流れ星は美しいだけでなく、太陽系の歴史を語るメッセンジャーでもあるのです。そして、稀に観測される超新星爆発の残骸や惑星間をさまようダストなど、宇宙にはまだまだ未知の光の粒が存在します。私たちが見上げる星空は、科学とロマンの交差点。観察し、理解しようとする心と、ただ静かにその美しさに見とれる心。どちらも宇宙とつながるための扉なのかもしれません。流れ星は宇宙の塵。彗星はその塵をまき散らす旅人。そして私たちはその旅の終わりに立ち会う観察者です。夜空をかける光たち。その一瞬の輝きにあなたの願いがそっと重なりますように。